東京の郊外にある古い家、庭のアジサイがきれいに咲いています。佐藤博さん、72歳。5年前に妻を亡くし、今は一人で暮らしています。毎朝のルーティンは決まっています。朝6時に起きて、お茶を入れること、ラジオから流れる静かな音楽、今日もいい天気だな。博さんは小さくつぶやきます。庭の手入れをして、近所の人と挨拶を交わす。穏やかで満ち足りた日々、何も変わらないはずでした。ある日の夕方、台所に立っている時、お皿がカチカチと小さな音を立てました。ほんの少しの揺れでした。博さんは気に留めませんでした。テレビのニュースも特には流れていません。でも、その時、胸の奥に小さな砂粒が落ちたような奇妙な違和感だけが残りました。それがすべての始まりでした。数日後の週末、娘のかなさんが遊びに来ました。2ヶ月ぶりの帰省です。食卓にはかなさんが買ってきたお惣菜が並びます。お父さん、元気だった？かなさんが笑顔で尋ねます。ああ、変わりないよ。博さんも笑顔で答えます。いつもの会話、いつもの時間。でも、かなさんは何かに気づきました。今の隅にあるスマートフォンの画面、ほこりが少しかぶっていました。充電器に刺さったままの画面、通知のランプが静かに点滅しています。お父さん、スマホ見てる？かなさんの言葉に、博さんは視線を外します。ああ。あまり使わないな。電話くらいだよ。博さんは笑いました。迷惑をかけたくない。その思いが言葉を重くします。最近の地震のニュース、かなさんの頭をよぎりました。何かあった時、心配だよ。かなさんの声が少しだけ低くなります。大丈夫だよ。博さんはお茶をすすりました。その手の震えをかなさんは見逃しませんでした。小さな違和感が部屋の中に静かに広がっていきました。それから1週間後、平日の午後2時、突然の激しい揺れ、スマートフォンが一斉に鳴り響きました。エリアメールのね。震度4の地震でした。かなさんの住む町でも大きく揺れました。かなさんはすぐに父親の携帯を鳴らします。コール音が響くだけです。出ません。何度も何度もかけ直しました。画面には応答なしの文字。時間が過ぎていきます。30分、1時間、連絡がつきません。かなさんの足元が崩れるような感覚。お父さん、どうしよう。涙があふれてきました。頭をよぎるのは最悪の事態です。家具の下敷きになっているかもしれない。助けを呼べずにいるかもしれない。遠く離れた場所で何もできない自分。無力感と恐怖が襲いかかります。その頃、博さんは停電した部屋で途方に暮れていました。スマホの画面は真っ暗なまま、どうやって動かすのかわかりません。娘が泣いているとも知らず、ただ暗闇を見つめていました。家族の絆が通信の途絶によって引き裂かれたような長い長い時間でした。夕方になり、ようやく電波が戻りました。博さんのスマホが震えました。画面には娘からの着信履歴32件。数字を見て、博さんは息を飲みました。すぐにつながった娘の声。それは怒りではなく、激しい泣き声でした。お父さん、よかった、本当によかった。言葉にならないボイス。
受話器の向こうでしゃくり上げる娘、ひろしさんはハッとしました。迷惑をかけないとは何だったのだろう。一人で耐えることが正解だと思っていた。でも違った。何も知らせないことが一番の迷惑だった。娘をこれほどまでに苦しめていた。自分の頑ななプライドが大切な人を傷つけていたことに、ひろしさんはようやく気づいたのです。すまない、かな。ひろしさんの声も小さく震えていました。守るべきは自分の意地ではなく、娘の安心なのだと心に深く刻まれました。次の週、ひろしさんは行動を変えました。机の上にスマホを置きます。メガネをかけ直して画面と向き合いました。取扱説明書はありません。でも高3は地域のお知らせを思い出しました。自治体が開催するシニア向けスマホ教室。翌日、ひろしさんは公民館の席に座っていました。周りには同じような世代の人たち。みんな真剣な表情です。講師の若い女性が優しく教えてくれます。まずはこのアプリを入れましょう。ひろしさんは指を動かします。ヤフー防災速報。画面のボタンをゆっくりと押しました。地域を設定します。自分の住む町、そして娘の住む町、2つの場所を登録しました。これで娘の町の揺れもすぐにわかります。次に講師が案内したのは行政の公式アプリでした。マイナポータルや地域の避難所マップ。ここを押すとね、隣の席の男性と見せ合いながら確認します。避難所の場所が地図上に浮かび上がりました。我が家から徒歩10分か。具体的な数字が安心をくれます。さらに高3は大きな行動をしました。かなさんとの LINE の画面を開きます。安否確認スタンプ。その使い方をノートに書き留めました。ワンタップで無事ですと送れる機能。これなら震える指でもすぐに押せます。家に帰った高3は枕元に充電器を移しました。寝ている時でもすぐに手が届く場所。小さな設定変更。それが高3の新しい日常の土台になっていきました。1ヶ月が経ちました。季節はすっかり夏へと向かっています。ある夜、再び小さな余震がありました。震度3、古い家が見知りとなります。ひろしさんは慌てませんでした。枕元のスマホを手に取ります。画面にはすでにヤフー防災速報の通知。震度3、津波の心配なし。明確な文字が闇の中で光っています。ひろしさんはすぐに LINE を開きました。あらかじめ準備した安否確認のスタンプ、ポチリと一つ押しました。わずか10秒後のこと、スマートフォンが震えました。かなさんからの返信です。お父さん、気づいてくれたんだね。ありがとう、安心したよ。その文字を見たとき、ひろしさんの目に熱いものがこみ上げてきました。かつては連絡がつかずに娘を泣かせた。でも今は自分の一つの操作が娘の心を救っている。デジタルは若い人のものだと諦めていたけれど、大切な人とつながるための命綱だったのだと。涙が画面にぽつりと落ちました。よく頑張ったね、お父さん。画面の向こうの娘の笑顔が見えるようでした。今日も高3の朝はお茶を入れることから始まります。でも少しだけ景色が変わりました。
食卓の上にはきれいに拭かれたスマートフォン、行政アプリからは今週のシニア向け健康体操の案内が届いています。ちょっと行ってみるか。ひろしさんは小さく微笑みます。子供に負担をかけたくない。その本当の意味は一人で孤立することではありません。自分の安全を自分で管理し、家族に伝える力を持っておくこと、それこそが豊かな老後、ウェルエイジングの第一歩なのかもしれません。あなたのスマートフォンの画面は今どんな色をしていますか？大切な人はあなたの無事を待っているかもしれません。小さなアプリ一つが家族の未来を温かく変えていきます。ひろしさんの家の庭では新しい季節の小さな花が静かに咲き始めています。